どうも、こんばんは。皆様、今日は神奈川県はお寒ございましてですね、もうすっかりあったかい、服装で登場しましたが、今日はですね、前宣伝をしておりました通り、ヤイエルですね、ヤイエル文明のアージュンが、前回ね、見てくださった方はどれぐらいかわかりませんけども、ヴィタカさんですね、オランダの。がチャネラーで、登場して、彼女のね、ライフストーリーを基本的には聞いたっていうのが前回でしたが、今回はいよいよアージュン登場ということでですね、僕的には3人目なんですよね。この何ていうんですか、直接やり取りをする宇宙存在って意味で言うと、バシャール、ライオと来て、アージュンっていう感じでね、非常に僕も楽しみでございますが、まずですね、ちょっとすみません、先に宣伝だけさせてもらうと、ライオですね、今言ったライオの、来日イベントが、来月ございますと。で、11月5日のですね、東京会場と、11月12日の京都会場ですね、があるんですけども、京都の方はもう、VIP 一般席ともに満員御礼になりまして、で、あと、リトリートの方もですね、7日から9日の方も満員御礼になりまして、残るはもう東京の一般席とオンライン席っていう感じになってますと。で、一般席の方もですね、もう多分10席切ってる状態なんで、ぜひこの機会にですね、ライオのライブチャネリング、見たいという方は、オンラインでも聞けるんですけども、できれば会場でね、聞いて一緒にね、体験したいんで、後でリンクも多分つけとくと思いますんで、ぜひそちらからお申し込みいただければと思いますと。いうことで、宣伝はそんな感じですね。で、今日なんですけども、アージュン登場するんですけども、Q&A をですね、後半、やります。皆さんとね、もうこれ今ライブで Q&A やるんで、今のうちにですね、最初ね、多分アージュン入ってくるんですけど、モノログって言って、ライオンもね、いつもやってますけど、一人語り、一方的に喋るっていうのをやるんで、多分10分とか15分とかわかんないですけどね。なので、その間にですね、アージュに聞きたい質問があれば、ぜひ、チャット欄に入れといていただければですね、後でピックアップしますんで、はい、質問がある方は、打ち込んでおいてくださいと。これ生放送って、はい、生放送です。思いっきり生放送です、これは。はい。ということでですね、ビタカなんですけども、これがまあ初めて見る方のためにちょっとサクッと言っておくとですね、ビタカは、さっき言ったオランダ人のチャンネラーなんですけど、アージュンっていう、ヤイエル文明のチャンネラーをもう6、7年ぐらいかな、まあやってるのかな、やってまして、もう本当にすごい盛んに活動している方でですね、で、ライフストーリーはね、前回の YouTube を見てもらえればと思うんですけど、今回は、ライオのチャンネルをしているタイラー・エリソンの共通の友人を通じて僕を知ってくれて、で、友達申請が来て、そこから今回こうやってね、一緒にコラボやりましょうってことになって、すぐやってると、そんな感じでございます。はい。ということで、じゃあ早速、ビタカさんに入ってもらいましょう。So let's welcome Wieteke on stage. Hi, Akira. Hey, nice to see you again. You too. Okay, great. So I was just talking about, the brief introduction of yours, and they can refer to the previous transmission if they want to. But yeah, so anything you want to talk to the audience tonight before you dive into a channeling state? Yes, I would like to say thank you to everybody for tuning in and being a part of this co-creation. And it's my pleasure and honor to, facilitate an Arjun channeling in this way. I'm really excited for it. はい、ということで皆さんまずはね、視聴してもらってありがとうございますと、こういう感じでね、このファシリテート、僕はファシリテートですけど、アージュンのチャレンジできるのはね、すごい嬉しいと思います。はい。And just to explain how I work, I start with gentle guided meditation, which is my bridge to make the connection with the Yahyel. And I do this out loud so people can choose to join if they want to. ですね、まず、この、そう、チャネリングスタイルってね、人それぞれいろいろある
っていうのを今回知りまして、僕も。僕はバシャールしか見てなかったんで、ライブもそうですけど、大体こうなんかとかやって、こうって出てくるのかなと思ったんですけど、彼女の場合はメディテーション、瞑想でゆっくりこの徐々にね、入っていくっていう、そういうスタイルらしいんですよ。で、その、誘導の瞑想の中で、みんなも同じようにその瞑想の入っていくのをみんなもこうなんでしょうね、一緒に同じ世界に行くみたいな、そういう、チャネリングの仕方をするみたいなんですね。In my personal experience, offering this possibility helps people to open up even more to the vibration that the Yahyel always offer to us when they communicate with us in this way. で、そういうふうにその瞑想でみんなも一緒にこう入っていく中で、聞いてる側もね、そのヤイエルのその波動に心がこう開いていくような、そういう感じで一緒にこの入っていけるっていうので、この瞑想から入るのがとても効果的だと。It's quite mind-blowing even for myself to know that if one person chooses to be a translator in this way, channeling in this way, that by inviting guided meditation allows the Yahyel to tune in with everybody individually, crossing time and space. So it doesn't even matter when you listen to this, to tune in with every single individual who is open to receive their energy. で、こうやってチャネリングをしてメッセージを届けてくれるんですけど、その今ライブでもちろん聞いてる人もそうですし、ただこれ録画で見ていたとしても、それは時空を超えてね、その波動にこのアクセスできたり、そのつながったりできるっていうのは、本当に素晴らしいことだし、すごいことだと思いますと。And lastly, on a practical note, I would say ideally you are at home and in a quiet state, so you don't have to operate machinery or drive a car. Otherwise, I would say don't join it because it's good to be bright in your mind. あとですね、これ聞くにあたってですね、だからここが多分いつもとちょっと違うかもしれないですけど、車運転してたりとか、なんかその要は騒がしいとこいる場合にはあんまりお勧めしません。要はその家の中にいて静かな状態で、要は瞑想のエネルギーになっていくんで、それにも合わせられるような環境にいる場合に、ぜひ一緒に聞いてください。Okay, so I think that's the practical part, and then we can dive in if you're okay with that. Okay. Yeah. Go ahead and I'll let you in. じゃあ、ここから、はい、入っていきます。I will just very slowly say the guided meditation out loud, and then people can join if they want. So to begin, you can close your eyes and take a nice few deep breaths in and out. はい、じゃあ皆さんですね、ちょっと目をつぶってみて、で深呼吸をゆっくりしてみてください。And with every out breath, see if you can release the day thus far and allow yourself to fully anchor in the here and now moment. はい、でその吐き出すときに今日一日あったことを全部出していって、その今ここっていう状態に、ね、入っていってくださいと。And then very gently bring your focus and attention to your heart space if you wish. はい、であとはその意識をですね、このハートセンターの方にこう持ってくるようにしてみて。And then from your heart, imagine a silver line of energy flowing down through your body, all the way down through your belly, your legs, and down to your feet. はい、そのハートからですね、このシルバーラインと言いましたけど、光の筋みたいな、右の光の筋がお腹も通って足元の方まで光の筋が降りていくような感覚を味わってください。And then next, imagine that same silver line sinking into the ground, deeper and deeper and deeper. でその光がこの足から今度地球の方にですね、中心の方に光の筋がどんどん行くのを感じます。Until you reach the center of the earth, the heart of the planet. And know that you are warmly welcomed here to make a strong connection to this place in your own way, in your imagination, in whatever way feels right and good to you right now. はい、でその光の筋がですね、地球の中心まで伸びて、そして今ここっていう場所で、この地球という場所に自分がつながるっていうのを自分の感じ方で、しっくりくる感じ方でいいので、感じてみてください。
And when you feel that you've made that connection in your own way, imagine that earth energy flowing through your silver line and traveling back up, same way you came. はい。で、今度地球のエネルギーとつながったなって自分で感じたならば、その地球の中心からのエネルギーがこの光の筋を通って、自分の体に今来たのと逆の方向ですけど、自分の方向にファーって上がってくるのを感じます。And imagine that earth energy then flowing into your body, starting at your feet and gently rising up to your knees while it embraces every single cell. はい。で、今度足元からその地球からのエネルギーがどんどん膝の方までですね、上がってくるのを感じて、もう細胞一個一個にこの地球のエネルギーが満たされていくのを感じます。And from your knees to your hips, the same thing happens. Every cell begins to resonate in harmony. はい。で、今度膝から今度お尻の方まで地球のエネルギーがもう一つの細胞をもう一つ一つ全部をですね、満たすように上がってきます。From your hips through your belly, up along the spine and into your chest, this energy is filling you up. はい。で、今度お尻から今度はお腹を通って背骨も通って、胸の方までどんどん同じように上がってくるのを感じます。And with the next deep and calm breath in, the earth energy flows into your heart and fills it up completely. はい。で、今度次吸うときに今度ハートにその全てのエネルギーが上がってきて、このハートが完全に満たされるのを感じてください。And next, if you wish, you can imagine that same silver line from your heart going on a second journey, this time moving up. はい。で、今度はその光の筋がこのハートまで来ましたけど、今度は上の方にさらに次の旅に出かけます。Through your neck, through your head, and out through the crown chakra, the silver line travels through the building and into the sky. はい。で、このハートから首を通って頭を通ってクラウンチャクラも通って空に建物も抜けて空に突き抜けていきます。And even higher, beyond the clouds and beyond the ozone layer, into the cosmos, your silver line travels. それで光の筋が、オゾン、大気圏も抜けて、オゾン層も抜けて、宇宙の中に、突き抜けていくのを感じましょう。Until eventually and automatically you reach the central sun of your solar system. And here too you're being warmly welcomed to make a strong connection to this place in your own way. そして最終的にはこのセントラルサン、グレートセントラルサンですね、すべての宇宙の中心の、エネルギーに到達して、つながりを、その上とのつながりを感じましょう。And when you feel that you have, in your own way, also made that connection, imagine that solar energy too then flowing through your silver line and traveling back across the universe. はい。そしてそのグレートセントラルサインにつながったと感じたならば、今度はその光の筋を通って太陽のエネルギーが自分のものに戻ってくるのを感じます。And imagine this energy then following the silver line all the way back to where you are located right now. そしてそのグレートセントラルサインからの太陽のエネルギーが、光の筋を通って自分の今いる場所に降りてくるのを感じます。See how it finds your body within which you are focused right now. はい。そしてそれが体、今自分が意識を向けている体にそのエネルギーが降りてくるのを感じてみてください。And imagine that solar energy too then flowing into your system, starting gently at the top of your head, moving through your head. そしてその太陽のソーラーのエネルギーが頭から徐々に体に浸透するのを感じます。And through your neck and into your chest. 首を通って、そして胸に、ハートに降りてきます。And with the next deep and calm breath in, imagine that solar energy too then flowing into your heart and merging with the earth energy vibration that was already present there. はい。そしてこの次吸うときに、その太陽のエネルギーがこのハートにうわーっと充満して広がって、それがもっとさっき言った地球のエネルギーですね。これと一つに統合されるのを感じます。You can picture this, if you like, as a golden spiral inside your heart. はい。で、これをあなたのイマジネーションを使って、その金色のですね、この渦のようなものがこの胸のハートにできているというふうに感じてもらってもいいです。And then you can put one or both of your hands on your heart for a moment. Anchor there, land there. はい。そしてこの今のエネルギーをですね、胸にこの両手を当てて、片手でもいいですけれども、その統合を胸の中で感じてみてください。
For this is the door through which we speak, the window through which we see, dear friends, for we are here. で、この、ハートの扉を通して、私たちというのはお互いを、見て交流することになります。For it is through the heart that we connect with all of you always. はい、なぜならこのハートを通して皆さんと常につながっているからです。And let us say, hello, Japan. はい、ということで、日本の皆さん、こんにちは。We are very excited to communicate with you in this way. はい、このような形で皆さんとコミュニケーションを取れるのを非常に嬉しく思います。Your country, in many ways, has, you could say, a special theme vibrating in it. はい、で皆さんの国はある特別なテーマというものをですね、波動として、持っています。Just like all of you individually, every human being on earth has its own, you could say, soul theme. Continents and countries do too have their own, you could say, specified explorational theme. で、その個々人がね、いわゆる魂のテーマっていうのを持っているように、国とか大陸っていうのも非常にこの特定の、探求テーマみたいなのがあるんです。And in many ways, it could be said that Japan is exploring the borders of what can be known intellectually. で、その日本がね、探求しているテーマの一つっていうのは、その境界、ボーダーです。ボーダーラインってよく言いますけど、境界っていうものですね。ここが一つのテーマです。There is a very strong energy vibration of focus and willpower connected to this. で、そこに非常にそこに意識の集中って言ったんですかね。意図がそこに向けられているってことが感じられます。And as with anything, this power too can be used in positive and negative ways. はい、で、これはもう何でもそうですけども、ポジティブにも使うことができるし、ネガティブにも使うことができますと。Focus, when directed at, for instance, an emotion or sensation of insecurity, can lead to the belief system that you have no right to exist. This is a negative example. 例えば、そのポジティブ、ネガティブの、例で言うと、例えば自分の感情が不安な感覚ですよね。不安というもの、安定感がないっていうところに自分の感情がフォーカスすると、もう自分は、いる価値がないんだとか、いちゃいけないんだみたいなところにつながってきますと。In that way, the ideas of honor or shame in that way can be exaggerated and explored intensively. Sorry, can you repeat that, please? The ideas of honor and shame can be explored intensively when there is put so much strong focus upon these concepts. で、いわゆるこのオーナーっていうのは名誉とかですね、あとはその恥っていうものですね。そういうものに、フォーカスがいくと、またそのネガティブな、そのエネルギーですかね、に変わっていきますと。This is an example of willpower without the inclusion of emotion. で、この感情を抜きにした、I'm sorry, can you repeat that again, please? This is an example of willpower or mental exercise with the exclusion of emotion, feelings, or your more natural intuitive side. で、それは要するに何でしょうね。直感的だとか感情的なものを抜きにしたその単なる、意図だけで、行動しようとするとそういうネガティブなことが起きますと。Now, the other side of the energy vibration of focus, when explored harmoniously and in alignment with the higher self, is to actually discover the broad bandwidth of your multidimensional existence. で、そのフォーカスっていうその意識を向けるっていうことですよね。これがポジティブに、探求された場合には、そのいろんな階層の次元というものを探求できるっていうふうに使われることができます。And this then would bring harmony and connectivity to all of you. で、それが、調和とそれから皆さんがつながるっていうことをもたらすことになります。An example from
you could say, scientific corner of this that originates from your country is Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto, you said. Yes, who has studied the water crystals and how they change according to vibrations aimed at them. で要はフォーカスによっていろいろ変わるっていう今話をしてるんだと思うんですけども、でこの科学的な見地からいくと、江本勝、さん博士ですかねが、その水がですね、その結晶がそのフォーカスによっていろいろ変わるっていうのを、発見したんですけども、要するにそのフォーカスっていうものを使っていろいろものが変わるっていう、その科学的な例として、今それを話しましたと。You could say that this man presented to the world a very important memory. で、この江本勝博士が非常にこの人類に対してとても大事な記憶っていうものを、思い出させてくれましたと。Namely, that the non-physical and the physical are in direct connection to one another. で、その何かというと、それは非物質と物質っていうのが非常に密接な関係があるということですね。それを、思い出させてくれましたと。When this type of power is misunderstood or not harmoniously directed, it becomes, you could say, explosive. で、このフォーカスの力っていうものがですね、理解されなかったりとか、誤解されたりすると、それっていうのは非常に今、エクスプローシブと言いましたけども、なんかその破壊的な、力になってしまいますと。An example in your physics of that idea is nuclear energy. でそれを実際のその物理的な例で例えるならば、例えば原子力ですね。原子力っていうのがまさにその破壊に使われてしまうような、例です。Now, both of these ends of the spectrum can reach far and wide in their impact in the rest of the world. でその両端ですね、両極端、ポジティブとネガティブですけども、使われ方としてですね、ものすごいインパクトをどちらにしても地球に与えることになりますねと。Since that is the nature of a focus, it travels far and wide. でそのフォーカスっていうその意識を向けるっていうものは、とにかくすごく、遠くまで波及する効果を持っていますと。Somewhere intuitively in your culture, you understand the precision with which this quote-unquote sword should be yielded. Can you rephrase the sword should be wielded part? Yielded means handled with care, for instance. Okay. でその日本の皆さんというのはそれをある意味で言うと意識的に分かっている。要はこの剣というものを、諸刃の剣ですよね、まさにね。でそれをどう扱えばいいかということを日本の皆さんというのは、直感的に理解していますと。Specifically in Asia, when you look at certain, we're looking for the translation, martial arts, you can see this reflected, this knowledge of the complete balance between the mind and the heart reflected and expressed in a harmonious way. なるほどね。で、例えば要は諸刃の剣じゃないですけど、この両極ってやつですよね。で、このアジアにおいては、武芸とか武道っていう、武芸ですかね、マーシャルアートなんで、武芸の中で、このマインドとハートっていうものの調和ですね、バランスっていうものが、認められているというか、感じ取られてますと、アジアの中でですね。And then you will find still that where you are right now in your evolution, every Asian country, every European country, every country anywhere in any continent has its own theme that specifies overlapping themes of these continents. で、アジアにしても、あとは日本もそうですし、ヨーロッパにしてもいろんな国々っていうのが、それぞれの個別のテーマっていうものを探求していて、でそれは結構重なる部分もあったりしますと。Japan, with its strong ability for focus in the general theme and being surrounded by water, represents a great ability for connectivity. で今回ねずっとこのフォーカスって意識を向けるっていう話をしましたけども、日本っていうのは特にそこに関しての、
なんでしょうね、理解というか思っているのと同時に、この水に周りが囲まれているっていうのがですね、海に囲まれているっていうのが、このコネクティビティって言いましたけど、このつながりというものに対して、非常に共振しているか共鳴している部分がありますと。Water is an excellent conductor, as you all know. で、この水っていうのはね、いろんなものをなんでしょうね、透過させるというか、つなげてくれるものですねと。And Dr. Emoto, for that reason, with that message that he brought, gave you and the rest of the world an important puzzle piece in putting yourself back together. で、この江本博士ってさっきが出てきましたけども、この水の結晶の、発明というか、提唱で、皆さんがつながっていくっていうものに対する非常に大事な、メッセージをね、世界中に彼は届けてくれたんですと。Every human being, every culture has something unique to bring to the table. で、全ての個人がそうであるように、全ての国っていうのも、全体としてですけどね、それぞれが独自の、何かっていうものを持ち寄る、ことができますと。Some of you may find that you align with your culture's soul theme, and some of you may not feel that so much. で、個人によっては国の、要は国ごとのそういうテーマに自分のテーマもアラインしていくというか、同調する人も中にいるでしょうし、その国のテーマとはちょっと自分は違うなっていう人もいるでしょう。You are living in exciting, transformative times where a blending is beginning to take place. はい、で皆さんは非常にこの変容のエキサイティングなこの変容の時期を生きていて、統合、ブレンド、混合とか統合とかって表現しますけど、っていうものが起きてきてるっていう、そういう、時期に今来てますと。On the higher vibrational timeline, future Earths, you will find that eventually all those specialized gifts will begin to merge all over the planet. で今ちょっとね、未来のタイムラインの地球の話をしてくれましたけども、そこではそれぞれのみんなが持ってる、国ごともそうですし、個人の持ってるギフトっていうのがすごく融合してくる、統合してくるっていう地球っていうものが未来にありますと。And simultaneously and paradoxically, your individuality will remain unique. で、そうやってみんなが集まってくるんですけど、統合されていくんですけども、同時に、逆説的ですけども、個々人のユニークさ、個々人の独自性っていうものは担保されるというか、そのまま、保ち続けられますと。It is from that type of paradox that the illusion of boundaries between countries eventually will dissolve. で、パラドックス的なね、要はみんなが統合していくんだけど、個々人が、個々人のありで、この独自性を保ち続けるっていう、このパラドックスの中で、今ある国境っていうものがなくなっていくっていう現象が起きてきますと。It is the inclusion that brings the harmony. 要するに包括っていう、ものが調和っていうものを生み出しますと。But for now, many of you still are messengers and in the, you could say, process of reaching out and offering your specific puzzle piece to the world. ただ今は皆さんは、メッセンジャーって今言葉がありましたけど、自分のまだそのパズルピースですよね。自分のパズルがどんな形なのかっていうところを探求している、段階にあります。Now then, this general reflection may assist you to feel a little bit into how we look at you. はい、ということで、今ちょっと話した内容っていうのが、今、ヤイエル文明のね、アージュンですけど、その世界の人たちが地球っていうものをどう見てるか、地球人っていうものをどう見てるかっていうので、ちょっと分かっていただければと思います。Of course, there is a lot more to be said, but for now, we will leave it at this. はい。もう他にもたくさん言いたいことはあるけども、ちょっと今回はこれぐらいで、やめておきますと。And we are excited to take your questions or comments, however you wish to respond. はい。ということで、すみません。ちょっとですね、僕もやっぱりなんでしょうね、初めての人っていうこともあって、一回もやり取りしてないんで、最初の方ちょっとすみません、通訳がただただしくて申し訳なかったですけども、またライオとはちょっと違う感じで面白かったですが、じゃあここからはですね、Q&A、取っていきたいと思います。はい。じゃあもう早速ありますんで、じゃあここから一つ目。
選びたいと思います。Okay, so thank you very much, Arjun, and very nice to talk to you in this way. My name is Oh, Akira. thank you. Likewise. Okay, so we got a question right here. So let me read out in Japanese first and read in English. まず、今現在日本でどのくらいの人が目覚めていますか、また、あとどのくらい必要ですかという質問ですね。So the first question is that how many or how much percentage of the Japanese populations are already awakened, and how much more do we need to be sort of a fulfilling ascension, so to speak? All right. So, first of all, the number fluctuates. There are moments where people feel they are completely in alignment, and you could, quote unquote, label them awake. And there are moments when they are not. So, first of all, we wanted to point that out. まずですね、その数字っていうのは実は上下しますと。なぜかというと、目覚めたと思っても次の瞬間そうじゃないみたいなですね。そういうこの上下するので、必ずしも一定的な数字じゃありませんと。So in that sense, it could be said that you're taking turns and that there are groups that are fluctuating to the surface and sinking beneath it, up and down. はい、なので、グループ単位で言うと、ある人が上がって、ある人が下がってみたいなのをこうなんかね、やってその総合として上がったり下がったりっていうことを全体でやってるみたいな、そういう感じですと。And then secondly, your country doesn't actually need a specific number of people to be more awakened for you to then feel completed or fully activated. で、日本だからっていう今言い方にちょっと聞こえたんですけども、特に特定のパーセンテージが目覚めるっていう状態にならないと、なんか目覚め、いわゆる俗に言う目覚めた状態にならないみたいな風には、なりませんと。For this is a worldwide awakening. And if you could say the quote unquote percentage of consistently held high vibration is kept by a specific group of humanity, all countries will feel it. で、その特定の、グループの、が非常に高い周波数っていうものを、コンスタントにキープできたならば、それっていうのは世界中の人たちにそれが伝わるような感じになりますと。In that sense, this actually shows you how connected you all are and that time and space really are an illusion. で、これが結局、本当に時間とか空間とかというのは本当は関係なくて、要はある特定のグループがそれだけ高い周波数にいると、みんなが要するにつながってるっていうことをそれは表してますと。それだけ波及があるんですと。And in that sense, when you speak of percentages connected to one location, you really come from the more limited old paradigm perception, as if all of you, all countries have to battle for themselves to reach a specific number. はい、なので、なんか日本の中でこれだけのパーセンテージいかないといけないっていう概念自体がちょっと古いというか、要は地球全体でこれってやってることなんで、ですよね。だからこの国のこの国は何パーセント、この国は何パーセントみたいな、そういう感じじゃなくて全部つながってるんですよと。The acceleration that you may have noticed in your recent evolution is a result of a higher percentage of humanity now steadily holding a high vibration frequency. で、この最近ね、このいわゆる加速してますね、次元上昇がね。それっていうのは、ある特定の、要するに大きな割合の人口、世界的に見た人口っていうものが高い周波数を維持し始めてるからなんですと。On the one hand, it may seem as if there is less time and more pressure in your agendas. で、一方で、今目の前にあるいろんな出来事に対してすごいプレッシャーを感じるっていうか、もう時間がないっていうふうに感じる人もいるかもしれませんと。On the other hand, you are quote unquote inviting yourselves more firmly to focus on what really matters. でも一方ですごい自分にとって大事なことっていうものに自分のフォーカスが向いてるっていう状態にもなってきてますと。What is and what is not in alignment with your higher self. 自分のハイヤーセルフと何がアラインしていて何がアラインしてないか同調してないかっていうことにフォーカスがいき始めてますと。
These times of acceleration invite you to make more conscious decisions as a result of that seeming pressure. なので、そういうこの今加速してきてるっていうかね、っていう時に自分の意識っていうものがですね、その何に要するに自分の大事なものに向けられてるっていうところを今皆さん感じてきてますね。And you can take this in whatever direction you wish. はい、でそれをどの方向に持っていくのも皆さん次第なんですと。All right. Okay, thank you very much. Oh, thank you. ということで、具体的な数字とかっていう話じゃないっていう、ことだったんですかね。はい。でも大事なのはですね、日本の中だけで考えないっていうのが、今のメッセージとして大きかったのかなと思います。あとは特定のパーセンテージというよりは、高い幸せに保たれている人がグループ単位でいると、それは本当に波及効果があるっていうことなのかなっていうふうに思いました。で、もうある。はい。Okay, thank you very much. And the next question is, let me read that in Japanese first. 質問ですが、自分を愛したい、愛するためにいつでもできることを教えてください。So it's about the self-love. So anything, any advice you can make to sort of constantly love, yourself, and any sort of actions, whatever the tips you can make in order to activate this kind of self-love, no matter, regardless of the situation throughout the day? All right. Thank you. First of all, do not push yourself in regards to the image of the expression of self-love that you're giving yourself. まずですね、その自己愛っていうか自分を愛するっていうことのイメージをなんかそのなんていうんですか、自分に押し付けるというかね、プッシュしないでくださいと。Because that is not self-love. っていうのも、それはそういうふうに押し付けるっていうことはそもそも自己愛じゃないですと。In other words, allow yourself, whilst you're learning how to dance on that thin line like an acrobat, to hold your balance more and more in alignment throughout the days. Allow yourself to wobble a little bit now and then, and if needed, step off the line when you feel it becomes too hard for a moment. で、そのなんかね、今、アクロバットっていうか、綱渡りみたいな言い方してましたけど、そうやってこの、そのぐらい、逆に言うと、繊細なことだと思うんですけどね。で、そこに、委ねるというか、で、たまにね、これは難しいなと思ったら、落ちちゃって、もう構いませんというかですね、あまりだから自分に厳しくしすぎずにってことですね。The child intuitively understands it can walk when it practices to stand upright, but is it angry with itself when it falls down? 例えば子供がね、なんか立ち上がって歩くっていうのをやってるときに、なんか転んだときに自分に対して怒りますかということですね。This is the nature of self-love. Children are excellent teachers when it comes to that subject if they have not been imprinted too much with limiting belief systems. だからそれが一つのなんかいい例っていうかね、子供のそうやってね、よちよち歩きから歩こうとして何度も何度も転んでる姿みたいなのが、ある意味で言うと、変にビリーフがない、厳しすぎるビリーフがない、状態を教えてくれてる。それが本当の自己愛なんですよ。A great way to bring mildness and kindness to yourself when you feel struggle or resistance in your life is to remind yourself of your own inner child at these moments. だから自分に対する優しさですよね。難しいとか大変だっていう時こそ、自分のそういう内なる子供っていうものを思い出して、自分に優しくなるっていうことが大事ですと。And to remind yourself by perhaps affirming even, I naturally know how to love myself. I was born that way. で、あとは自分を愛するっていうことに対してですね、自分は自分をなんか愛するのがもう自然なことだって、自然に自分を愛することができるとか、もうそういうふうに生まれ持ってそれを知ってるみたいなね。っていうふうなアファメーションというかね、自己暗示じゃないですけど、自分に言うっていうのも、いいと思いますと。This will help certain storylines or belief systems from others to fade to the background so that you can see more clearly your true natural self. でそうすることによって、自分の中でずっと流れてるこの要するにいろんなありますよね、この物語っていうか自分なりのストーリーみたいなのね。
それがだんだんこの消えていって、本当の自然な自分っていうものがそういうことにすることに出てくるようになりますと。Self-love really comes down to, again, integration and inclusion of the entire spectrum that is you. で、その自己愛っていうのは結局はその統合ですよね。あとはその包括っていう言葉が出てきましたけども、要するに自分のあらゆる側面というものを包み込むというか受け入れるというか、統合するっていうのが、自己愛ですと。Many people who continue to believe self-love means never feeling anger or sadness are constantly on their toes. で、そのなんか自己愛っていうものを、例えばなんか自分が怒る感情が起きないとか、悲しい感情が起きないことだみたいに、その要するに自分にプレッシャーかけてると、もうなんか常にこの緊張状態というか、常にこのなんか、気張ってるような状態になってしまいますね。It is okay to feel what you feel. It is okay to let the emotions flow. And it will help you to embrace them when you understand that they are the results of belief systems that just wish for your attention. で、そのだからどう感じるか、どう感じてもいいってことですね。もうだから感じたことは感じたことで、もうそれを OK 出すと、OK ですと。で、単純にその感情っていう、ネガティブなものですけど、感情っていうのは自分のその中にあるビリーフっていうものが、その注目してほしいですよっていうふうに言ってるサインなだけなんで、感じること自体は何も問題ないですと。You can love the entire bandwidth of emotions, knowing that all of them in their own way are messengers of some kind. なので、そういう感情っていうのが、ネガティブダメとかじゃなくて、もうすべての感情ですね。すべての感情っていうものは、いわゆる自分に対するメッセンジャーということで、もうそれをすべてを愛するということができますと。When you know this to be true for yourself, you will not feel agitated by other people's dramas anymore either. でこれを本当に、このことを自分が本当に知っているノーイングの状態になると、他の人が、ああじゃあこうじゃやってるっていうことに対して、煽られるようなですね、そういう感覚にはなりませんと。Because then you understand that they are going through the process of receiving their own messages. なぜかというと、他の人は例えばネガティブな行動とか言動とかしてても、それが結局は彼ら自身が自分に対してメッセージを受けてるんだなっていうふうに他の人を見てても思えるようになるからです。And that no matter how messy it may look on the outside, eventually they will find a way to receive these messages and integrate them in their own divine timing. で、どんなに他の人がね、ひっちゃかめっちゃかに見えたとしても、その彼らっていうのはどっかのタイミングで、要するに神聖なる、完璧なタイミングで、それがどういうことなのかっていうのを受け取って統合することが、できるからですと。What this tells you is that when you are in full self-love mode, it will be effortless for you to love others too. っていう意味において、あなたが本当に自己愛のモードになっている時っていうのは、他の人を愛することっていうのが非常にたやすくなりますと。Being so kind to yourself, so inclusive to yourself will allow you to forgive others more easily. なので、そういうふうに自分に対してとにかく、優しいとか親切で、あとは要するに全ての感情でとか、いろんな自分の中の全てをとにかく、包み込むと言ったんですかね。ということで、他の人たちっていうのを許すことができるようになりますと。There are many ways to practice this or to use certain permission slips as tools to underline this more firmly in your own life. でこういうことができるようになるその許可証ですね、やり方ですねは本当にたくさんいろいろありますと。You can use either affirmations or the Hawaiian technique of Ho'oponopono, which is also based on love and forgiveness. でいろんなアファメーションもありますし、あとはホーポノポノって有名ですけど、これも使うことができるでしょうと。Whatever resonates most for you will be most effectively for you. ただあなた、許可証って結局そういうことですけど、あなたが一番響くものがあなたにとって一番効果があるものですと。This is what we would like to reply in this way to this question. はい、これが我々が好むこの答え方ですね。はい、要は Thank you. Thank you very much.
大体バシャールもそういうんですよね。要は、なんか特定の方法があるんじゃなくて、あなたにとって響く方法があるからっていうことですね。はい。じゃあ次行きましょう。じゃあまず日本語で読みます。宇宙人とのオープンコンタクトは物理的に行われるのでしょうか、それとも夢の中や直感で行われるでしょうか、またコンタクトを取りやすくするためにやっていくべきことはありますか？ Okay, so the next question. So about the open contact. And so the question is how this open contact is going to occur. Is it going to be the physical contact, or it's going to be in the dream state or intuition type of contact? And is there anything we can do to make this open contact happen, or easily for us? All right, thank you. So both ends of this spectrum, physical and non-physical contact, have been occurring for a really long time already. まずですね、このコンタクトの仕方なんですけども、物理的なコンタクトも、夢の中というか直感的なコンタクトっていうのも、結構もう長い間実はもう起きてますと。Right now, with the awakening awareness and consciousness on your planet, the idea of the non-physical contact is increasing and accelerating tremendously. で、この今目覚めの時期になってきてるんで、要するに物理的じゃない夢の中とかそういう直感的なやつっていうのはもう非常に今増えてきてますと。More and more people are remembering their own interstellar parallel incarnations, for instance. で、その一つの例として、自分自身の要はパラレル現実ですよね。パラレルのインカーネーションですけど、他の、星の自分って言ったらいいんですかね。他の星にいる、過去性とか未来性とか言ったりしますけども、というものに気づき始めてるっていう人が結構増えてきたりします。More and more people feel they have lucid dream encounters, or during meditation can really feel the presence of these aspects of their greater self. で、いわゆる明晰無状態の時とか、あとは瞑想している最中に、いわゆる他の、世界というか、他の領域ですよね、次元にいる存在、もう一人の自分ですよね、というものに、を認識し始めてますと。Also through channelings or translations such as these, entire groups of people attune themselves to the vibration of interstellar energy. で、まさにこういう今やってるようなチャネリングっていうものを人がやってるのを聞いたりすることによって、その銀河間というかね、そういう銀河にある自分のもう一人の存在っていうんですかね、関係がある存在に気づく、そういう周波数に上がっていくっていうことが起きてます。All of this, just as a little side note in between, of course, is a reflection of you allowing more of yourself to flow through you. で、これっていうのは結局は、皆さん自身がより一層の自分さえですかね、それを投影して起きていることですと。皆さんがある意味起こしているっていうか、皆さんの中でそういう目覚めが起きてるんで、こういうものを目の当たりにしてるんですと。And with this increased awareness of the grandness of yourself, obviously more physical reflections have been invited as well. で、そういうふうに自分の本当の自分ってやつですよね。こういうより大きな自分っていうのの意識が拡大していく中で、物理的なその対面というものも起きてきています。So it is because of the acknowledgement of the subtle non-physical, you could say, interactions that the reflections in your physical reality can materialize. そういうふうにこの目に見えないレベルのこの微細なレベルでの交流っていうものが起きれば起きるほど、それが投影として物質現実的にも起きてくるっていうふうな状態になるんです。And so more and more what you call UFOs or UAPs are being seen by people. なので、たくさんの人がですね、今はそのいわゆる UFO を見かけるっていうことも今どんどん増えてきてますねと。Open contact is a collective journey and it evolves on many different layers. で、このオープンコンタクトっていうものは、その集合的な、個人だけではなくて集合的な、ある意味で言うと旅って言ったらいいですかね、そこに向けての旅、ですと。Essential for us to become more
tangibly present in your world is to know that we are equal and not above you. でこうやって今ね、時折って表現しましたけども、こうやってチャネリングを通して、あとはその夢の世界も通して皆さんとの前に現れますけども、それっていうのは別になんか宇宙人の方が上で地球人の方が下とかじゃなくて、一緒の同じ存在なんです、対等の存在なんですよっていうことを、伝えるためですと。We truly do reach out as friends and family members in that way. だからその私たちっていうのは皆さんにその家族として、ファミリーメンバーとして家族として手を伸ばしてるんですと。Your collective is on the verge of moving through all types of shadowy beliefs that are still connected to the idea of extraterrestrial contact. で今その皆さんのその集合意識的に言うと、その影のビリーフって今言い方します。ネガティブビリーフですよね。というものをまだ通過している、段階ですと、この宇宙人とのコンタクトに関して。Simultaneously, the momentum is now so big that the topic will grow more known in your also media. ただ、その同じようにこの宇宙人のコンタクトということに関するその話題性っていうのはどんどん大きくなってきて、でメディアもね、それをカバーするようになりますよね。But understand that particularly in the mainstream media, messages connected to our existence in that way will often be a one-on-one reflection of the shadow beliefs that still need to be looked at first. ただそのメインストリームでっていうかメインのメディアで流されている情報っていうのはまだまだそういう影のビリーフ、ネガティブなビリーフっていうものを反映したものになって、いますねと。When we look at your planet and your population, we see that there is a type of tension, you could say, held by humanity regarding this topic still. で皆さんのその全体的なエネルギーを見ると、まだ一部の人たちっていうのがこの宇宙人とのコンタクトに対してすごいこの硬いっていうかね、緊張したっていうエネルギーを持っているのを感じますと。Every single individual, and certainly also every culture that is self-loving enough to allow their curiosity to look at this phenomenon with a broader perspective will therefore automatically become a teacher to the rest of the world. で、その個人にしても文化にしても、その要するにさっきも出てきましたけども、要するに自分を愛するですよね。自分をいろんな部分の自分を愛するっていう状態になる人が増えれば増えるほどで、そういう人たちっていうのはいろんなその好奇心ですよね。いろいろ要するにいろいろ知りたいっていう感じになるので、そういう人たちが、ある意味で言うと先生役になって、このオープンことに関してですけどね、皆さんにいろんな人に影響を与えることができますと。And you could say that currently you are in the process of helping each other to relax into open contact. なので今のこの時期、タイミングっていうのはね、お互いにね、そのリラックスさせ合うって言ったんですかね、そのオープンコンタクトに対して、そんなにガチャガチャなんなくていいよっていうことを、影響させ合うみたいなね、そういうフェーズにいますと。For this will be a matter of allowing, not making it happen. なので、というのも、そのオープンコンタクトっていうのは、なんかその起こそうとか起こすってものじゃなくて、ある意味でなんかその委ねて、それが起きるに任せるみたいな、ね、そういう、ノリというか、そういう感じなんです、本当は。Therefore, there is also no need to have to feel you have to convince friends or other people of our existence. なので、そのなんか宇宙人の存在についてなんかもう他の人を説得しなきゃいけないのかみたいにそういうプレッシャーを感じることもないんです。Much more valuable at this point would be when you notice some type of resistance in them regarding this topic to gently ask them, what is your resistance about? What do you believe to be true about extraterrestrial life that makes you feel so tight? で、例えばじゃあそういうふうに抵抗してるっていうかね、その人がいたならば、説得しようとするよりは、なんかなんでその宇宙人のことを考えるとそんなになんかこのカチカチになるの抵抗するのみたいな。なんでその抵抗は何っていうふうに聞いてみるのもいいかもしれません。And then just listen to what they have to say, be there for them as a friend, and there is a good chance that as they speak, they may actually become consciously aware of the nonsensical nature of their fears. でそうやって、であとはその質問したら、とにかく聞いてあげると、友達として聞いてあげるっていう風な、そういうオープンな姿勢ですかね。
って喋らせると、本人たちが、なんかそんなに怖がる必要ないかみたいな風にですね、なんか理由がなく、なんか単純にオビスなのかなみたいに、それで話させてあげればなるっていうことがあるでしょうと。And then there are those that like to process in silence. With some friends, it may be that you have a conversation of this nature and then don't make up your mind at the end of it. They don't come to a final conclusion, but maybe the next time around when they see you again, they may have a more lighter thought regarding the subject. で、その会話した最後に、なんかね、じゃあ宇宙人信じるみたいな結論を出すわけじゃないかもしれないけど、その間にですね、次に会うまでの間にいろいろ考えて、で、その次に会うときには少しちょっとそれに対して軽い考えてたんですかね、気軽になっている可能性もありますよねと。So it could be said that when you look at the evolution of open contact, that your collective right now is in a psychological peeling of the onion. だからそのコンタクトに今向けてね、集合意識がこう動いていってますけど、これっていうのはこの玉ねぎの皮をね、一枚一枚こうなんか剥いでいってるような、そういうプロセスですと。And then eventually, as more and more relax settles in your collective, more and more physical experiences will be had. で、そうやってみんながどうやってね、このリラックスしていくってことですね。いろんなことに自分に対してもそうだし、宇宙人たちもいろいろリラックスしていけばしていくほど、その物理的なコンタクトっていうのが、起きやすくなります。Parents may meet their hybrid children in nature and have a physical moment of contact, just a brief moment, but a moment nonetheless. This too can happen completely aside of what most people think it will start with, seeing UFOs. There are many ways wherein the contact can physicalize, first on small scale before it will become known on a large scale. で例えば、ハイブリッドチルドレンという言葉が出てきて、ちょっと知らない方もいるかもしれませんけど、要は、もともと人間と、あとはその、今、ヤイエルとか言いますけども、そことの間にできた子供たちのことなんですけど、と、その自然の中でね、この出会うみたいな、そういうシチュエーションが、その UFO を見るとは別の形でね、そういう体験をする人も出てくるでしょうし、そういった、そういうことっていうのは、スポットっていうかね、小さなスケールでちょこちょこ起きていって、でも最終的にそれがだんだん大きな、本当に全体が要は認識するような、イベントとして起きてくるようになりますと。We are not of an invasive nature. We ask you to initiate the contact energetically yourself. で、その私たち、ヤエルとか、他のハイブリッドもそうでしょうけど、そのなんかコンタクト取れみたいにですね、このなんかその侵略するような、性質じゃなくて、皆さんのインビテーションというか、皆さんが、コンタクトするよっていうのを、受け取るというか、待っているという、そういう感じなんですと。If you have been curious your whole life, but waiting for contact to come to you, you can wait for a long time. なので、そうやってその正体を待ってるんで、ただ単にずっと待ってますっていう、姿勢なのであれば、その待ち状態っていうのはだいぶ長く続きますね。Yet, if you celebrate the small, subtle energies that you may become aware of right now, when you choose to open your own dialogue with us in intention, then you are having contact right now. でただ、その皆さんがそういう、本当にこの微細なエネルギーさえですかね、というものを、祝福してというか、それを祝って、そのオープン、そのコンタクトを取ることに対して自分のそのなんていうハートを開くっていうんですかね、意図をそこに向けてハートを開いていくってやれば、もうそこでもうコンタクトっていうのは本当に起これるんです。And then the contact will evolve from more subtle to more outspoken naturally. 最初はだからそういう微細な、エネルギーところから始まるかもしれないけど、それがだんだん大きなエネルギーで明らかなコンタクトっていうものにつながっていきますと。This journey lies exactly parallel to the journey towards more self-love. でこれはそのプロセスっていうのはまさに今日話をしてきましたけども、自己愛、自分を愛するっていうことの旅ともう本当に並行して走ってますと。We speak through your higher selves. 彼らヤイエル文明の人たちとか、ハイブリッドたちっていうのは皆さんの、個々人のハイヤーセルフを通して喋ってますと。When you understand and recognize the voice of your higher self, you are in a state of self-love.
で、皆さんがそのハイヤーセルフの声っていうものを認識するときっていうのが、いわゆるこのハイヤー、ごめんなさい、自己愛の状態にいるっていう、ことなんですと。You understand your intuitive nudges. みんなその自分のその直感的なね、こっちだよとか、あっちだよとかっていうその直感でのこの、メッセージっていうものを皆さんが認識している状態ですね、その状態っていうのは。And from a state of self-love, you would put no one above or beneath you. で、その本当の自己愛の状態っていうのは、誰かを上に祭り上げたりとか、誰かを下に見下したりとかっていうことがありません。So it is from that state of love and through that intuition that we can then openly have a conversation. でそのいわゆる本当の自己愛っていうか、そのオープンな状態ですよね。っていうところから、この、ヤイエルとか宇宙人の人たちっていうのはコミュニケーションを取れるんですと。So that is what you are developing, what you are evolving into right now as a human species. And there is much more to come in the following decades of your time. But this is the most relevant information that we can share with you right now. はい。ということで、皆さんは本当に今進化の途中で、でその次、向こう10年でね、さらにその進化をしていくんですけども、今皆さんに伝えられることはこんな感じですと。All right. Okay, great. So we just hit the top of the hour now. So All right. That'll wrap up our questions. All right. Well, we thank you for opening up this dialogue in this way for everybody who has tuned in, and we send you all our unconditional love. はい、ということで、聞いてくださって皆さんありがとうございましたと、私、たちから無条件の愛を送りますということでした。Have a magical, explorative rest of your day. はい、ということで、魔法的な探求心のあふれた、一日をお過ごしくださいと。Namaste. Welcome back. Hi. Thank you. Wow. That was fantastic. And yeah, so I have to say, like, every time, not really every time, this is the only third time, but, this is a really new one for me as well. So I had a little bit of a, so to speak, getting used to period, so to speak, about the way of Speaking. Yeah. So yeah, like a little bit. I hope it wasn't too complicated or something. No. It's just that I need myself to be sort of getting used to that kind of energy of speaking. But after a while, I sort of synced up. I think with the so that was great. I'm glad to hear. And surprisingly, we have more than 500 people, 550 people consistently watching this live stream. So thank you. はい。ということで皆さんありがとうございました。ちょっとね、最初のすみませんね、僕もちょっとやっぱアージュンのね、内容とか喋り方とかってやっぱちょっとね、ライオと違うんで、ちょっと通訳がちょっと途中難しかったかもしれないですけど、途中から良くなりましたんで、よかったですということで。Okay, so thank you again, and anything you want to say to the audience before you take off? Yeah, I'm really grateful and still landing, so I don't have many other things to say right now. So it's mostly thank you and looking forward to connect more. 今僕がねちょっとせっかちゃんですみません。今彼女はね今ゆっくりこうだんだん降りてきてる状態なのにじゃあなんか一言どうぞって言われてちょっと困っちゃってましたけどまたこうやってね皆さんとつながれて本当に良かったですということでございました。Okay, so like you sort of yeah, I'm sorry about rushing you to comment, but so you no problem. Settling in the energy to your own right now as you speak, like Yeah, I literally feel like a wave is like I'm sinking back with my focus into the body. Wow. So it's really I think there is various ways I believe for the channelers to sort of get into the channeling state and come back from the channeling state. Like for Bashar, like an extreme example of like when he finishes a channeling, it's like finishes and he has to sort of
come back. And the Ryo, I think, is kind of the same way. So really fast coming back to the normal consciousness. But I think you're the type of like gradually going to the state and coming back as well. Is that right? Yeah, the edges are more gentle, I think, but I think it also has to do with personality, and like you said, everybody has their own unique way of channeling. But I am conscious. I understand that I'm channeling while I'm doing it. I understand that I'm translating and looking for the right words. But still, when I come out of it, it feels like I just woke up from a dream, and it's like you really just came out of bed, and you have to gather your mind a little bit to be in lockstep with the rational world. So that takes a little moment, and then I also feel that physically, like a vibration, sinking feeling. But it has never been so hardcore as I exactly have seen it with Bashar for me. So you're saying you're still conscious during your channeling state, so you're aware of what you're saying, right? Is that what you said now? In the moment I am, but it is a hyper focus. Okay, So while I'm while we get to the end of the hour, I already completely forgot the beginning. But if I re-listen to it, then I will be, oh yeah, I know. Okay. I remember. Yeah. でなんか今ちょっとチャネリングのね状態についていろいろ話してて、そのバシャールとかはね、なんか終わる時もはーっと終わったりとか、すごいこの急に終わるとか急に始まるとかって感じなんですけど、彼女の場合結構ゆっくりじっくり、やっていくタイプっていうことなので、だから個人によって差があるっていうことと、あと聞いてて面白いなと思ったのが、そのチャネリングしてる最中に彼女は、まあこれタイラーも一緒ですけど、意識があるんですよね、結構ちゃんと。だから通訳で言葉探すときとかっても、あれは意識を持って言葉を探してるっていうみたいなんですけど、でも終わるともうそのことを忘れてるっていうか、何を言ったかも忘れてて、本当に寝た状態から、ね、目覚めたみたいな感じになるっていう。だから面白いですよね。意識があるんだけど、終わるとなんか、寝て起きたみたいな感じになってるっていう。だからすごい意識のこのなんていうの状態が違うんだなっていうのが分かりますよね。Wow, great. Arjun has said, I don't know if there's time for this, but Arjun has said, conscious channeling will be more and more the norm, and eventually the whole completely being knocked out, like you hear from some channelers really in the past they had to lay down and they couldn't even move their body. That format will eventually fade out. It will no longer be relevant, because the point of the whole there of our integration process with these other aspects of ourselves is to have it become very natural, you could in the middle of the day walk in the street, get a download from your interstellar self, and then continue a phone call, for instance. This is where we're going. で、これ前もね、バシャールもちょっと言ってましたけど、そのチャネリングのスタイルっていうのも、まあ、タイラーもそうだし、ビタカもそうだと思うんですけど、本当にこの意識的にやってる、要するにやってる最中にちゃんと意識があるっていう状態でチャネリングをするっていうスタイルがもうここから先は主流になっていって、昔みたいなレトガ形式とかね、もう完全に寝た状態でチャネリングみたいなのはもうなくなってきて、だからそういう意味だとバシャールの今のダリルのスタイルっていうのも多分ちょっと古いスタイルだと思うんですよね。もう完全に意識がないんでね、やってる最中は、ダリルは。でも今の若い人たちとか、今のチャンネルっていうのはそういう意識があるっていう状態になってくるとね。なんでかって言ったら、やっぱその自分のいろんな側面と統合していくっていう今フェーズにあるんで、だから意識を持って、要は自分のいろんな多面的な自分っていうのを感じられるっていう風な状態になるのがこれから、だからですと。Of course, this is how I understand it, how channeling is evolving. But yeah, I just wanted to share. Actually, I was just explaining to the audience as well that Bashar, that Darryl was exactly the same, saying the same thing. That okay. Newer channelers are more conscious about their channeling state. Okay. His style, so exactly the same thing he was saying. This is okay. So this is what I also understood from Arjun. So it's not. Oh yeah, so he was. And he gave a really extreme example, because I don't even know this, like personally, I heard that the raw material, it's also channeled stuff, that whoever channeled that, they had to like lay down, and 3 people had to be around them to hold the energy steady, and candle and crystals and all of this. And then
I asked about that, and Arjun said, that's really, it had to be done that way in the old days, but no more, and it will be more and more casual. そうです。まあ、今の情報はごめんなさい。彼女っていうのもアージュンからの情報だったみたいですけどね。そういうふうに。昔はそういう寝た状態で本当に意識飛ぶみたいな感じだったのが普通になってくるよというアージュンからの情報だったということです。Great. Okay, so yeah, thank you again, and hope to do this event more in the future. Yeah, it would be my pleasure. Absolutely. Okay. And thank you for opening the platform and creating this wonderful space. Yeah, great. I mean, all the audiences, obviously, I mean, cannot really look at the comments maybe later, but yeah, they're all excited as well about your energy channeling. So thank you. Nice. Thank you. ということで、皆さんもありがとうございました。ではまた次ね、ぜひまたやりたいと思いますんで、YouTube でも。あと普通にZoom のね、イベントとかももしできたらやりたいと思ってますんで、ぜひぜひ、興味がある方はフォローしてください。Alright, so I guess that's it. And Okay. so we'll do this again in the near future. Yes, looking forward. Okay. Thank you, Vieteke. Have a Thank great you. Bye. day. Bye-bye. ということで、じゃあ、よいしょ。皆さんどうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、すみません、通訳が微妙でしたけども、途中がまた、多分ね、やればやるほど僕もね、慣れてくると思うんで、いい感じになれると思いますんで、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。アージュンもね、だいぶまた、ライオとは違う感じのいろんなね、答え方とか、でも自己愛のところが良かったですよね。わかりやすかったなと思うんで、後で自分でも見てみようと思います。はい。では、また、いずれやりますんで、ぜひよろしくお願いします。では、皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。さよなら。